スです。今回はですね、中国に4日間行く予定なんですけれども、なんと、人生初のパックツアーということでね、父親がですね、突然競輪行くぞと言ってね、競輪ってなんだよって思ったんですけれども、中国の競輪ですね、水墨画で有名な、そちらのね、競輪の周辺をこう回る、4日間の旅ということで JTB のね、旅物語っていうパックツアーをね申し込み始めまして、で両親と僕ら夫婦2人、合計で4名でね、家族旅行ということで、行くことになっちゃいまして、JTB から旅のしおりっていうのが届きまして、スケジュール表とかね、いろいろ注意事項とか、いろいろ書かれてるんですけどね、いつも行き当たりばったりの適当な旅なんで、こういうしっかりしたね資料も書くのでちょっと緊張したんですけれども、僕ら団体行動がすごい苦手なんでね、どうなることかちょっと心配なんですけれども、楽しみに参加したいと思います。羽田空港、この感じ久しぶりだな。団体カウンターです。緊張するな。人がいっぱい。個人旅行よりもよくわからない。よくわからないよね。本当だよね。番号とかって分かってるの？初のパックツアーに参加です。緊張します。個人旅行より緊張します。荷物やらないので、まだやんないよ。旅物語4名なんですけども、そうこれをね、ダメだよ、つけないといけない。接触ケースをお願いする場合でございます。お時間を開始させていただきますので、失礼いたします。左手の指4本を押し当ててください。指4本を押し当ててください。そうって言われるね。これから広州空港、ワンゾウ空港からバスに乗って駅まで行くと、そこから新幹線に乗って競輪まで団体で行くのか。だから連帯責任、気温は37度ぐらいですね。蒸し暑いですね。緯度でいうと台湾より南かな。沖縄より全然下だよ。スプレンダー、スピード速い。非常に注意します。非常に注意します。ツアーバス。2列目から自由です。はい。だから私は競輪から講習でございます。これらの偽札の番号。関係性の関係番号5件数。僕使ってじゃない。講習玉だ。では皆様、ちょっと失礼しますね。バスの下には黄色い建物、広州の金融中心、保険会社、銀行ばっかり、1000メートル以上も広く場所よ。すごい空港みたいですね。広い。これから荷物のセキュリティチェック。中国はすごい厳しいですよね。いろいろ荷物チェックとかね。
パパ。広いね。広い。めちゃくちゃ広いね。うん。いろいろありますね。トイレ行くじゃん。先行ったっておいい。ケールンまでの新幹線の時間がまだずっとあるということで、1時間ぐらい自由時間が使えられます。2階に来ましたけど、すごいね、人がいっぱい。規模が違うね。これぞチャイナ。人が多いこと。なかなか座席探すのも大変です。マックカフェになりました。マクドナルドの価格からしたら。ですね、列車がねいきなり3時間遅れということで、急遽添乗員さんが、ね、切符を回収しまして、次の便に乗れるかね確認しに行ってますね。いきなりねハプニングです。添乗員さん大変ですね。こういう時ねパックツアーの場合何もしなくても楽なんですけど、しばらく待機です。じゃあ皆様、今新幹線ね、切符配布してお前が来ました。ファミマの店員が持ってきた。夜ご飯はファミマのサンドイッチと手巻き寿司かな。6時半までね自由時間になりましたので、ちょっと歩きたいと思います。しかしまあ広い。早めにホームに入ってくってことかな。今回は大丈夫。今回はこの新幹線はね、攻守見ない。7号車です。ここだね。汚い。ゴミが落ちまくってます。着きました。ケーリン。因为看到跟我打个电话干嘛？你那里呢？団体行動なのにね、こういう時人がいなくなっちゃうとね止まっちゃうんですよね。いたようです。外にいたようです。確かに団体行動ってあれだね。こういう時大変だよね。もうはぐれたら自己責任でって言っちゃえばいい。そうもいかねえだろう。バスです駅からホテルに20分で20分ぐらい。最低温度は25度。リバーカーメ。あと10分で着くホテル。あそこホテルの真正面の売店高杉
あそこ高いから注意します。じゃあ到着しました。こちらのホテルに3泊、やっと部屋に着きました。結構ちゃんとした部屋で、意外とっつったら失礼かもしれないけど、何階だっけ？これ4階か。4階です。見えませんか？雨降っちゃってね。テレビもある、ネットも使い放題、部屋も綺麗です。バスタブもね、なんかないっていう噂だったけど、あったね、ちゃんと。風呂入り放題なので、シャワールームとトイレと、タイルもしっかりついてます。こちらに3泊できるんだね。嬉しいね。同じぐらいでね。ああ。